皆さんこんにちは、角鹿のりこです。本日はバレンタインの日に飾れるようなちょっとした可愛らしいお花一作生けていければと思います。それでは早速本日の花材がこちら。はい、ということで改めまして本日の花材がこちらでして、今日は3種類でいけていこうかなと思ってるんですけど、その中の1種類がこちらのユーカリでして、久しぶりにこのチャンネルでもいけていくんですけど、これとっても面白い話今日あるので、ぜひ生き上がっていくお花と合わせてお楽しみいただければなと。で、まず1種類目がこちら。ピンクと白のグラデーションがとっても綺麗なスイートピー。すごい可愛らしい色合いですよね。で、スイートピーはたびたびこのチャンネルでもご紹介しているのと、この春もう一回詳しくご紹介している動画、ちょっと前後しちゃってるんですけど、数日前に撮っていますので、ちょっといつアップになるかわからないんですけど、その時に改めてご紹介できればなと。で、続いてこちらが2種類目、スプレーバラ。バラもこのチャンネルでいけるの久しぶりかな。色合いはこんな感じで、真っ赤というよりは少しビターな感じ。これはこれでちょっと大人っぽいんじゃないかな。このあたりはバレンタインというところで、もちろん真っ赤なバラを取り合わせてもいいでしょうし、他にもピンクのガーベラとか、今日はこの2種類でそのバレンタインの色っていうのを意識して選んできたんですけど、もちろん皆さんの思うバレンタインカラー、黄色でもいいし、オレンジでもいいし、そんなところを意識してお花選んでいくといいんじゃないかなと。お花を生けるのに正解なんてないんでね。このチャンネルがなんか一つの参考になれば嬉しいなと思っています。で、今ご紹介した私の思うバレンタインカラーのお花に合わせて、今回はこちらの爽やかなユーカリを取り合わせてみました。お花だけでまとめるっていうのもいいんですけど、どちらかというとアレンジメントっぽい感じになってしまうので、こういったユーカリや、あと今の季節ですと雪柳とかもちょうど合うかな。またはパッと浮かぶのですと、同じ枝物だとあと小手まりとか桜とか、または草物、キキョウランとかも爽やかに入ると思うので、今日もこのあたり詳しくご紹介していこうかなと思ってるんですけど、中心部分華やかにまとめた上に、スッと空間に働きかけるような花材が入ると、生け花らしく一気に広がりが生まれるというのと、きっと爽やかに入ると思うので、そんなところも参考にしてみてください。で、今日のユーカリ、葉っぱ部分が小さい、いわゆるこれはグミユーカリっていうユーカリだと思うんですけど、ユーカリにもめちゃくちゃ種類あるんですよね。多分皆さんが一番イメージしやすいのは、こういった丸葉ユーカリという種類かなと。文字通り丸い葉っぱがたくさんついている、そんなユーカリですね。で、今めちゃくちゃ種類あるっていうお話をしたんですけど、その多くがオーストラリアに分布してるそうです。あそこは日本同様、海に囲まれていて、独自の環境を持っているので、動物なんかもコアラやカンガルーやガルーラみたいな、お腹に袋を持ってその中で子供を育てる有袋類なんて種類の動物も有名だと思うんですけど、そういう意味ではこういったユーカリという植物もそのオーストラリアの環境に適していたんでしょうね。で、ユーカリといって皆さんパッとイメージが湧くのが今お伝えしたコアラか、あとは香りなんじゃないかな。このグニユーカリもそうなんですけど、このまんまだとそこまで香りはしなくてですね、今こんな感じで葉っぱを1枚落としたんですけど、これをするように潰していくとふわーっと香りがしてくるんですよね。ここからでも香ってくるな。このユーカリ特有の爽やかな香り。いやー、癒されますな。なんか今疲れが一気に来たな。このユーカリ特有の鼻を抜けるような清涼感といいますか、こうやって葉っぱを潰さないでも香ってくるものもあるんですけど、もし皆さんユーカリ買われた際にあんまり香りしないなと思ったら、葉っぱ1枚取って潰してみるとすごくいい香りがするので、ぜひ試していただければなと。植物って結構そういう種類がありまして、松とかもやはり生ける際にハサミで切ってるとすごく香りがしてくる。そんなところもやっぱね、生の植物を使う生け花の一つの魅力かなと思うんですけども、で、この香りというのがどうやら葉っぱに含まれている油分が由来だそうでして、それが潰されることで空気中に飛散して香りがしてくるんですって。で、その油分というのがまた一つこのユーカリの面白いお話のポイントになるんですけど、オーストラリアってたびたび山火事が起こりますよね。あれはこのユーカリが一因なんだそうです。このユーカリの葉っぱに含まれているテルペンという成分がどうも引火性があるそうでして、何かの理由で発火した際に誘発的にどんどん燃え広がってしまうんですって。そう聞くとちょっと危ない植物かななんて思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この銀色がかった爽やかな葉っぱと軽やかな姿がとっても美しい植物なので、観葉植物とか、あと家の庭のシンボルツリーなんかでも人気な植物ですね。もちろん生け花やフラワーアレンジメントでもぴったしですので、皆さんもこのチャンネルを参考にぜひ生けて飾ってみてください。またチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。で、今お話しした山火事の件とかちょっとうろ覚えだったので、間違った情報を言わないようにと思って事前に調べておいたんですけど、その時に面白い情報を見つけましてですね、これもせっかくなので皆さんにご紹介できればなと思うんですけど、ユーカリを飾るとどんな効果があるのという、風水的な感じでご紹介しているサイトなんですけど、ユーカリが持つ丸い葉はリラックス効果があり、
調和をもたらすことから人間関係を整えてくれる効果もあるとされています。そのためユーカリには家庭運、健康運アップの風水効果があると言われているんです。ですって。家庭円満っていうところでもね、今日ご紹介するバレンタインのお花にぴったしなんじゃないかなと。ということで今日使う器がこちら100均で買ってきたチョコを入れるバレンタインの箱とちょっとした小皿ですね。これに生けていこうかなと。で、実は昨年か一昨年か同じようなお花ご紹介してるんですけど、自分で言うのもあれなんですけど、ちょっと可愛かったので、今年もそんな感じで生けていこうかなと。で、箱がこんな感じでハート型で、蓋と本体に分かれるんですけど、このまんまだと紙でできていて、水が入るとくしゃくしゃになっちゃうので、事前にこういった小皿を中に入れておいて、今日はちっちゃい剣山を入れて、そこに刺して生けていこうかなと。この小皿に水入れれば漏れないので、こういった可愛らしい箱にも生けることができます。これは別の箱とかでも代用が効くので、ぜひ参考にしてみてください。よし、そしたら実際に生けていきたいと思います。もう今日も本当にちょっとしたお花なので、パパッと生けていければなと。まずはこちら、可愛らしいピンク色をしたスイートピーを生けていく。今日は2本買ってあるので、まず1本目は中心部分にふわっと短めにして生けていく。とりあえずこんな感じ。で、最初にお伝えしたようにバラとスイートピーで中心部分をふわっと華やかにまとめていこうかなと思ってるんですけど、そのまんまもさもさっと入れるとアレンジメントっぽくなってしまうので、やはりどこか少し空間は空けつつ生けていこうかな。ですので2本目は少し長めで生けていく。しっかりと長短をつけるようにね。とりあえずこんな感じ。今お話したように2本に長短をつけながらバラの入るスペースを少し意識して生けてみました。そしたら続いてこちらのスプレーバラを生けていく。で、こういったスプレー系っていうのはある程度サイズ感のある作品ですとこのままスッといけると小花が散ってとっても綺麗なんですけど、小さい作品に対してこのままボサッといけるとちょっと散漫としてしまうので、枝分かれしてる部分はですね、こんな感じで一本一本全部落としてから生けていきます。先端部分は取っておいてもいいんですけど、これももう一輪落としておきましょうか。で、このぐらいでしたらこのまんまいけれるかな。3輪が同じ高さっていうのが若干気になるので、もしかしたらバランス見つつ後で1本落とすかもしれないんですけど、とりあえずこんな感じ。またこっち短く落とした際に下の部分まだ葉っぱ2枚ついてるので、これもうまいこと落としてあげると後からこの葉っぱも足すことができます。多分後で足すのでそれも参考にしていただければなと。そしたらまず短く切ったバラを生けていく。ちなみにバレンタインって女性が男性にチョコをあげるっていうのが日本では風習だと思うんですけど、世界ではちょっと違うみたいでして、どちらかというと男性が女性に日頃の感謝の気持ちなんかを込めてお花とかを贈るんですって。特にヨーロッパなんかがそうらしいですね。イタリアとかフランスとか情熱的な国っていうイメージですからね。ですので皆さんもぜひぜひ男性女性関係なくね、バレンタインの日にお花を生けて飾ってみてはいかがでしょうか。こんな感じで先ほど落としたバラ、花同士の空間や高さの変化というところを意識しながら生けてみました。もう一本残ってるこちらもやはり一本先端の部分を落として一緒に混ぜ込んでいこうかな。で、その際に先ほどお話したようにこの葉っぱというのがまだ使えそうなので、そこが残るように落としていく。で、このままだと3輪が高さ一緒なので、つぼみの部分が2つと少し開きかけの方が1つあるので、このつぼみを1個落とそうかな。で、これも同様に混ぜ込んでいく。最後の1本は少し伸びやかに。で、このまんまだとまだ中心部分寂しいので、ここで先ほど残った葉っぱを少し足していこうかな。こちらですね。これを中心部分にふわふわっと混ぜ込んでいく。この葉っぱが入るだけで中心部分の印象一気に変わってくると思うので、この辺の少し高い位置にもちらっと見えるといいかな。こうやって落とした葉っぱを足すというのはとっても有効的なテクニックなので、皆さんもお花を生ける際はぜひ参考にしてみてください。こんな感じかな。最後逆にモサモサしてうるさかったらハサミで落とすこともできるので、ちょっと花の位置調整しましょうか。こんな感じかな。で、ちょっとしたお花でしたらもうこのままでも綺麗に飾れると思うんですけど、中心部分をこんな感じで綺麗にまとめて、その後にこういった花材をふっと飛ばすと一気に空間に働きかけるような伸びやかな作品にすることができるので、そんなところもぜひご覧いただきながら参考にしてみてください。まずは先端の綺麗な部分で1本落としてしまう。で、今切った綺麗な部分はふわっと伸ばしてあげて、後からこの部分を足していこうかな。し
下の部分もこんな感じで一本一本一回細かく落としていきましょうか。そうすると先端の綺麗な部分と細かい一本一本の枝に分けることができると。でこんな感じで細かく一本一本にしてあげると短くいけることもできるので、あまり長いのがふわふわっと入ってるとちょっとのホーズな感じになるんですけど、短めのが中心に混ざり込むことで一体感が生まれるので、そんなところも見て取れるんじゃないかなと。まず邪魔になりそうなこの辺の葉っぱは全部落としてしまう。いい香りですね。そしたらこの綺麗なのをどういう向きでいけるといいかな。バランス的にこっちか。これを中心からふわっと広がるように、まずは1本。いかがですかね。これ1本入っただけで空間にふわっと広がりが生まれたのが見て取れたんじゃないかな。そしたら先ほど落とした細かいのを丁寧に1本ずつ足していく。これもいい感じに3本枝分かれしてるので、このまんまでも少し広がりが生まれますね。こういう枝をまずは大切に生けてあげます。こんな感じかな。で残りは細かいのをちょっと味付けで中心部分にふわふわっといけていこうかな。この辺はもう雰囲気だと思うので、でちょっと見てるとピンクのスイートピーが両サイドにピロッと伸びてしまってるので、少し真ん中にもピンクが欲しいかなというところで、ここに入ってるスイートピーの先端をとりあえず落としてしまう。ここ短くなってもそんな気にならないですね。で今落としたこちらを中心部分に逆に混ぜ込んでいこうかな。ピンクの寂しいこの辺りですかね。これで先ほどまで両サイドに広がってしまっていたものが中心部分にも入ることでふわっと混ざり込んだんじゃないかなと。そしたらもうこれで完成なんですけど、最後ちょっとおしゃれに飾るためにこれも100均で買ってきた布切れ、こんなのを下の方に敷いてあげてですね。で先ほど取っておいたこちら箱の蓋、これをスッと横に添えてあげる。こんな感じかな。これでバレンタインの日に飾れるようなちょっとしたお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひこのチャンネルを参考にバレンタインの日にお花生けて飾ってみてください。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。